チェンバーボーン。アップデート7。シャフトの接続ミスなどでグダグダになりながらも巨大食品工場を完成させた我らがビーバー。そして実験を重ね緑地化硬化水路の実用化に成功。さあ今回も気張ってビーバーの街を発展させるぞー。うおー、開発開始じゃー。開幕同時に発破して叫ぶ、レイムさんは今日も元気。今は脱製ダムの名称が定着しつつあるこれをなんとかしてあげたい。お世辞にもかっこいいとは言えない状況だ。一気に工事したいけどまずは下準備から。周辺の整地と足場作り。さて準備中は水路の一段低くしてたのを、水を張りたいから均一にならそうかな？緑地化のため高架水路に水が必要。だ思ったより長い、めんどいから中止。おい。水位の調整は自動給水ポンプと静水弁を直し、ちょこっとだけ修正することで対応しました。お水が足りないのでポンプを増し増し。残念それは水用のポンプでお水は汲めない。すでに気づいていた君は名探偵だ。なんと、緑地化実験場では最終実験、柱部分をトンネルで爆破しての解体作業実験を開始。トンネル爆破し足場を解体。この方法を応用すれば、大規模な崩落で色々壊せそうだな。この部分壁にくっついてて失敗した。どんまい。再度爆破して足場撤去じゃー。見事実験場は崩壊し、元の綺麗な更地が帰ってきた。自動給水ポンプ再設置完了。水路の水の循環再開。前回植えた菜種を収穫、搾油機稼働。相変わらず菜種油は足りないが、ロボのグリスは在庫ができてきた。ビーバーの培養に成功し職場を増し増し。ただいま450ビーバー。緑地化水路前に段差があって、緑地範囲が狭くなってたので土砂で平坦化。下には染み込むけど上にだと水吸わない。これ自然の摂理。繁殖ポットで増やしましょう。夜中にこっそりビーバー培養。緑地化水路の水が確保できたし、マングローブビジネスに着手しますわ。おいマルタお嬢様、すでに1万本マルタ在庫あるぞ。おほほ、私こそがマルタセレブ。やかましい。崩落しそうで後回しにしてた部分も高架水路にするためトンネル掘りを再開。崩れて問題はないが設置が少し難しいな。失敗したら埋めりゃええんや。適当だな。同時進行でかっこいいダムも建設だなんか微妙。あと手前の部分が被ってて見づらいので減点。よろしい、ならば爆破しよう。ビーバーたちよやっておしまいなさい。困ったら爆破、これがうちのレイムさんだ。そして爆破して思う、これダムっていうか水門だなと。おい。金属の保管場所がいっぱいだったので、鉱山の近くに倉庫増地行く。精錬所の近くに建てないのな。むしろ精錬所をいずれこちらに移築しようかと。なーる。急ごしらえの溢れ防止の壁の追加工事、こっち側も貯水段々システムを拡張するぞー。暇ビーバーたちのための無駄公共事業。やってる本人も少しわけわからなくなりつつある。トンネル工事終わったようなので足場を撤去。自分でやってることくらいちゃんと把握しなさい。ふむふむ駅が残ったか、周りを整理してここも削り取りましょ。地道な整地が続く。駅もなくなる予定なので新駅を建設。森番の詰め所も近くに再建設か。握手を13日、短いからまあ楽勝だな。水源の静水弁を改良して初の握手だったので念のためチェック。わかりにくいが水流はしっかりマップ外に流れてるようだな。安全確認、よーし。はっぱー。綺麗に崩落して解体成功。かっこいいダム裏、地形ブロックで出っ張りを作り、そこに橋を架ける工法を採用。コスト低くて何気に便利そう。シェシェシェー。爆破しすぎで爆破ジャンキーの症状が出始めております。いやーこの世界の爆破は楽しいからつい夢中になっちゃうよ。あと数回爆破すれば綺麗な段々になりそうだ。おかわりマシマシ。資材も潤沢になってこれくらいならすぐ終わる。おもらし警報発令中、おもらし警報発令中。がっつり設計をミスり自動おもらしシステムとなっていた模様。突出部の足の部分からがっつり漏れとった。何度目だよここ直すの。地形ブロックで出っ張り作って、突出部置き直しで修正しました。地形ブロックの出っ張り、応用の幅が広くて便利だ。ふいー、やっとこの辺綺麗になった。立体地形の破壊は未だ慣れず。誰だー、こんなところに普通のポンプ設置したんは。10日ほど前にあなたが設置しました。そうだった。丸太の倉庫がいっぱいでちょうどいい機会なので、立体農場の1階部分を撤去して農地に変更。不足している発酵食品の原料の大豆とキャッサバを作付け。さあビーバーよ大豆を発酵させ納豆を食すのだ。ここも植林エリアを撤去して、ベリーに植え替えしましょ。
繁殖ポットの中身、大きく育てよ。お前、暇そうやなぁ。これといった大規模工事もないから、ビーバーたちが暇しちゃってるな。設計が億劫でやるか悩むけど暇ビーバーを救いたい。ここも緑地化高架水路に工事するぞ。今までの斜めの水路は見た目微妙だったので、今回は直角にするつもりで設計しました。しっかり高架の水路になってる。なお、地下部分もトンネル掘って平らにするつもり、設計マジで疲れた。地味に面倒設計お疲れ様でした。さあ我が精鋭たちよ、念願のお仕事だ、キリキリ働けー。設計が複雑だから気をつけろよ。そして地下ダンジョンに迷い込むビーバー。ダンジョンのトラップにはまって立ち往生か。これ救助。一匹離脱。こらお前ら、もう帰れるんだから帰りなさいよ。いびきかいてるしもう朝まで寝かせてやれ。自分で設計しておきながらもう完全にわけわからん。ほんとダンジョンみたいになってきた。立体的な工事に思考が追いつかない悲しいビーバー脳であった。ちょろっとこちらのシャフトを回収。からの繁殖ポットマシマシ。ただいま481ビーバー、これで500を超えそうだぜ。増えたビーバーたちのために職場を拡張。高架水路の上にはマングローブ、下では多くの植林も始まったぜ。森番の詰所の求人は3名のみ、早い者勝ちだよ。工事開始5日程度が経過、足場の不備があったらしく工事止まっちゃった。再設計が面倒で突出部でゴリ押しの図。飢饉の時に建てたトウモロコシ倉庫、今は飽食の時代撤去しましょ。入りきらないトウモロコシが野ざらし放置された。だここシャフトミスってる中身さあ1000円。ちょっとシャフトの修正でもやらかす、ほんと学習しねえビーバー脳だな。てへへ。いのー、ちの水。アクシオ13日が終了。なかなか綺麗な水が出てこない。少しずつ薄まってるが汚水が手前に残って、後ろから流れちまってるな。夜中になってやっと放水されました。ダメではないが微妙な感じだ。上を清水弁に直すかで悩んだけど、お試しで一番下に穴開けて清水弁を設置することにしました。かっこいいダム、完成だ前よりかはマシだが言うほどかっこよくはなくね。正直もっとでかいダムを作りたかったんだけど、隣の工場が邪魔でね。計画ミス。効果のほどがわからない、段々式貯水槽のお披露目式。このように水位が低いと水面の面積が減り、蒸発を少なくできます。普通に深くした方が貯水できるがな。延長してる高架水路工事が止まってる、トンネルを掘る板の在庫が切れたか。掘り終わってるトンネルの板を解体して再利用だ。角の部分も工事開始、ここは上も掘る必要があるね。高架下を崩落させるため爆薬設置。だけどこれで合ってる？ダンジョン化してて作業は困難を極めた。角曲がった先のトンネルはこれでいいかな？設計段階で疑問形、立体工事は難しいぜ。トンネルを抜けると使ってない貯水クレーター、追加で高架水路を作り既存の水路と合流する予定。ってだ柱一マスずれてた。はいそっから先全部やり直しでーす。糸かなし。高架下のトンネルがっつり位置を間違えておった。はいトンネル全部やり直しでーす。あばば。ゲシュタルト崩壊寸前になるもなんとか建設依頼完了。お疲れ様でした。緑地化高架水路、気に入ってはいるけど複雑な地形に建設するのはなかなか大変だね。大規模建設には予定のコピペ機能が欲しいな。さあビーバーたちよ、ダンジョンに乗り込めー。ダンジョンに潜り込み板というお宝を回収するのだ。モンスターが出たら前場で退治せよ。板ないので加工場停止。鉄が枯渇してフル稼働したのに、いつの間にか鉄が満杯で逆転しておる。ついでに職場チェックしたので現在の建設作業員の小屋の数をご紹介。39件、合計156ビーバー。運搬員の拠点は29。この後1拠点10匹に設定したので、約290ビーバーが運搬要員である。多すぎだからそのうち調整しないとかな。まあ町の運営には支障ないんじゃね？夜中にこっそり若干忘れてた水源の下の清水弁工事。どうなるかは次のアクシオが来るまでお預け。綺麗な水が下からも排水されるようになり、水門の自動開閉で上の緑地部分がピロピロしてる。まあ水位が揃えば落ち着くかな。無事がっつり貯水できた状態で干ばつ16日が到来。これは超楽勝だぜ。お前、暇そうやなまた新しいお仕事が始まってしまうのか？そういう言い方されると逆に癒し施設を建てたくなる。背中気持ちいいスクラッチャー、うちのレイムさんは天の弱だ。
祝、500ビーバー突破500ビーバーの大台突破、いつもの建築作業員運搬員セットも大規模増築だぜ。これ以上増築するとなると右側の丘が邪魔。そうだ、トンネルでここ大崩落させるぞー。ビーバーによる山崩しプロジェクトの始まりだ。トンネルはこんな感じになりそうろー。小山田板の在庫がなくなりそうだ。横と繋がってると綺麗に崩落しないので、端っこ部分は別途ダイナマイトで削り取ります。管路横だからすぐ設置可能。いっけー、大地の創造者、お前たちの力を見せつけてやれー。ダッシュで作業に取り掛かる労働者の鏡。はっぱー。難航するダンジョン攻略、ダイナマイトで爆破するも未だ全容は解明できず。変な穴が開いちゃって埋められなくて超悩んでるのず。後でセーブ&ロードしたら普通に埋まった。ダンジョンは不思議がいっぱい。もう崩落させるとかめんどくせえ。普通にぶっ飛ばしてやらー。うちの脳筋レイムさんは割と短期。いやーマジで立体の地形って頭で把握しきれなくって。あ、ここトンネルじゃなくてもいいじゃん。いえそこは水路の縁なのでそもそも爆破しないで大丈夫です。キャパオーバーしたビーバー脳が意味不明な工事をしております。大崩落現場は複雑な工事ではないので楽で助かるよ。作業現場に行くための道だけは必要なので、工事の進捗とともに追加敷設をお忘れなく。背中気持ちいい。スクラッチャーがダンジョン帰りの冒険者たちを癒した。スクラッチャーで癒され正気を取り戻し、おかしくなってた建設予定を修正中。はっぱー。脳筋ゴリ押し爆破戦法でダンジョン側面があらわになり、攻略も一気にはかどることになった。これで完全制覇の目処が立った。実験で植えたマングローブの実がなってたので採取することにしました。当初は伐採予定だったが丸太在庫1万の丸太お嬢様は実を食することを選択した。大崩落現場側面の掘り込み作業が完了。トンネル工事ももうすぐ終わるぜ。それではトンネルの足場全撤去実行だー。すべては一瞬で瓦礫となった。なんかあっけない崩落だった。なんか知らんが崩れる時の煙も出なかったぜ。はいみんな瓦礫の撤去を始めてください。崩した足場の板は2200枚、空になった倉庫がまたいっぱいになりそうだ。気がついたらホームレスが37匹もいたので空いた土地にバラック建設。適当に建てられた仮設住宅。埋まらなかった謎の穴が埋まった瞬間。ほんとなんだったんだろこれ。ダンジョンを攻略するビーバーを眺める日々。てかお前のダメ設計がダンジョンの原因だけどな。くらえ、ダンジョンブレーカー。ついにダンジョンコアの破壊に成功。ダンジョンは崩落しビーバーは緑の大地を取り戻した。延長した高架水道橋も接続したので、一マス深くなってる件の修正工事を一応やりましょ。高さの修正工事を始めたのに、駅前が一段低くて出られないこれがビーバー脳だ。安定のやらかし自分で言ってちゃ世話ないぜ。道を伸ばして設計完了。これはそれなりに工数かかりそうだ。それだっていうのにお前、暇そうやな作業員が多すぎで仕事の奪い合い、見ればわかるだろ。崩落現場裏の高架水道橋か工事も進んでた模様。ここもちゃんと水道橋にしてるのな。やったー、見栄えが悪いからここも崩しちまえー。それなりに緑地化が進み丸太も余裕があるのに、見栄えのためだけに自然破壊。10日ほど前は在庫ゼロだった板が4500枚に増え、置き場がないので無限動力の拡張工事で使うことにしました。トンネル工事と違ってこっちはノウハウが蓄積しているので、設計作業はサクサク進んでいった。こんな感じになりそうろー。現状動力が結構ギリギリだけど、これが完成したらまた余裕が生まれそうだ。高架水道橋の最後の仕上げの作業を視察中。横から見る作業風景もなんか面白いな。瓦礫撤去急げー。爆薬設置したら爆破するから巻き込まれないようにね。待避確認完了。はっぱー。さあ計画通りこれで綺麗に水道橋になるかな？よし緑地化高架水道橋工事完成。労働者に敬意を表し像を建立しましょ。マングローブ植林用の森板も追加だぜ。ちなみにこれ駅の間も作業範囲に入ります。甘露マジ便利。使われなくなった回し車を撤去して、キャンプファイヤーを設置。ビーバー増えすぎで最近混んでる人気のスポット。いい機械だしプールとシャワーも追加してあげましょ。ビーバーよ、体を濡らし思う存分しっとりするがいい。みんな、丸太は持ったかー。無限動力拡張工事現場に我先にと群がるビーバー。体がめり込む距離感で一致団結しことに当たる、これが彼らのジャスティス。この調子ならあっという間に完成させそうだ。は？既存の水路と繋げるための延長した部分完成か？
がっつり穴開いておる。こりゃ修正工事が必要だ。水路自体はほぼ完成してるけど地下はまだ時間かかりそう。水路の開通は下も完成するまで待った方が良さそうだね。水流しても工事中に穴開いたら大惨事になるぜ。私の丸太が半分も減ってる。今まで取っておいた実験場の木を切り倒しなさい。無限動力の拡張で丸太の在庫が一気に減った。命の水。水路に水入ってるから見た目の変化がないが、ビーバー像も混入し干ばつ終了だぜ。では新しいプールも完成したし干ばつも終わったところで、最後に街の様子を見て締めましょ。昼間かいた汗を夜な夜な流す紳士の鏡、それがビーバー。めっちゃ増築された左遷現場。もう左遷現場っていうかここがビーバー建設会社本社って感じだ。延長した緑地化高架水路の角の部分。発破すればすぐにでも使えるところまで完成しております。かっこいい水門。おいお前これのことダムって言ってなかったか？かっこいいダム。言い直してごまかすな、それに見た目も微妙だ。蒸発を防げる段々貯水湖。正直これどうなんだろう。綺麗に掘って真四角にした方が、多分蒸発速度は速いけど貯水できると思う。微妙。じゃ500ビーバーを超えて大都市と呼べそうなレベルになってきたところで今回はここまで。これ以上増やすと PC がきつそうなので、ビーバー増やさず建設に注力する予定。さあ今後はどんな建造物を建設していくのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。